こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。早く1000人行きたいのでご協力お願いね。自動車の車両本体を盗難されてしまう事件が多発しています。日本損害保険協会によると、車両本体の盗難件数は2597件です。盗難件数が多い車種としてはランドクルーザーやプリウス、アルファード、レクサスといったものが挙げられます。これらの車種が盗まれてしまう理由は何なのでしょうか？また、盗まれた場合に保険が支払われるのかも気になります。そこで本記事では、ランドクルーザーの盗難件数が多い理由や盗まれた場合に保険が支払われるのかについて解説していきます。車両の盗難を防ぐ対策についても紹介していくので、ぜひ参考にしてください。盗難件数ワースト1位の車種はランドクルーザー。日本損害保険協会の第25回自動車盗難事故実態調査結果によると、2023年の盗難件数でワースト1位になったのはランドクルーザーです。ランドクルーザーにはプラドを含む。ランドクルーザーは2021年、2022年でもワースト1位となっているので、盗難件数と盗難率が高い車種だと言えます。その理由としては、日本だけでなく世界中で人気であることや、オフロード性能が高い点が挙げられます。車両価格も500万円以上と高額で、転売目的の盗難が多いようです。盗まれた場合に保険は支払われる。車両を盗まれた場合は、一般的には車両保険を付帯していると保険金が支払われます。車両の盗難は全損扱いになるので、契約時に設定した車両保険の保険金額が支払われる仕組みです。全損とは修理が不可能な場合や自動車の修理費用が車両保険金額よりも多い場合を指します。車両保険を付帯していない場合は盗難されても保険金が支払われないので注意が必要です。車両の盗難を防ぐための対策。車両の盗難が発生する時間帯は深夜から朝方にかけてが最も多く、鍵をロックしていても盗まれるケースもあります。特に近年問題になっているのがリレーアタックという盗難方法です。スマートキーはキーを車両に差し込まなくても解錠できる便利な機能ですが、これを悪用して複数人で犯行に及ぶ盗難方法です。具体的には、1人目が住居にスマートキーの電波を受信し、ブースターと呼ばれる機器で電波を増幅します。そして増幅させた電波によって車両のキーが反応し、解錠やエンジンの起動をしてしまうのです。これによって施錠していても盗難に遭う被害が増えています。リレーアタックを防止する対策としては、追加のイモビライザーやカーセキュリティを設置するスマートキーを節電モードにする、スマートキーを金属製の缶や電波遮断ポーチで保管するといった方法が挙げられます。追加のイモビライザーやカーセキュリティを設置することでリレーアタックを防止することが可能です。また、スマートキーは常に微弱の電波を出していますが、節電モードが設定されているならば、節電モードにすることで電波を出さなくなるのでリレーアタックに効果的です。メーカーにもよりますが、スマートキーの施錠ボタンを押しながら、解錠ボタンを2回押すなどの操作で節電モードになります。電波を遮る金属製の缶や電波遮断ポーチでスマートキーを保管することも対策として効果的でしょう。盗難防止対策と車両保険の付帯を考えましょう。ランドクルーザーは特に盗難件数が多いですが、他の車種でも同様に盗難防止対策が必要です。また、万が一盗難に遭った場合に保険金が支払われるように車両保険を付帯することをお勧めします。車両の盗難が巧妙化しているので、それに合わせた対策を考えていきましょう。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。知らない人が多いから忠告です。車外イモビライザーなどは盗難自体への効果はあるかもしれません。しかしドアが開いた時点で盗めないと分かった犯人は車内に消火器をぶっ放して去っていきます。証拠隠滅のためです。こうなるともう廃車しかありませんので結局盗まれたのと同義。セキュリティを考えるときはまず車の盗難を事前に諦めさせることが重要。ガレージ、駐車ポール、車カバー、地球ロック、セキュリティをアピールするプレートなども有効。とはいえ本気の盗賊相手では何をしても取られますけどね。一番安く抑止力になるのがハンドルロック。これだけで全然違う。まず目に見えるから犯人は躊躇する。火かけてもいいなら電動シャッター付き車庫だな。これ手動では開かない。手動シャッターはちょっと力を入れて押せば鍵が外れる。そうなると中に入ってシャッター閉めれば死角になるからダメ。自己防衛が重要だということは言うまでもないことなんだけど、
警察は何をしてるんだろうね。あんな大きな車がナンバープレートをつけたまま自走で盗まれてるなんて。自動車保険があるから盗まれても良いわけじゃないんだけど、まともに生産できないなら売らないことよ。はプレミア販売してる、そういう販売方法にしてるから。盗難の一番の原因、誰だっていつでも買える車なら窃盗してまで欲しいと思わない。1販売方法に簡単に盗めるから、3窃盗罪の割に罪が軽いだから、数分で数百万稼げるにはそうはないよ。盗まれるのは買っていて欲しがるバカが多いこと。午後は保険で数年おきに新車になるから勝手に盗んでくれるので、トヨタが顧客の注文に遅滞なく納車するように潤沢に車両を生産すればよいこと。中古車にプレミア価格がついたり、盗難してまで自分のものにしたりする必要がなくなる。製造メーカーとして社会的責任を果たしていない三流会社である。リレーアタック、CN インベーダー、コードグラバー。もうこの辺りの盗難方法に対する対策だけでは不十分です。今時代のキーエニレッタ、通称ゲームボーイです。この装着を使うと車両が純正キーを認識するために発する微弱な電波を取り込み、あたかも純正キーレスの KEY があるかのように純正キーと同じ電波を発して車両側のコンピューターを騙し、ドアロック解除はおろか、エンジンスタート操作も簡単に受け付けてしまいます。この盗難方法を防ぐことができるのは、パンテーラやクリフォード等の社外品盗難防止装着を確かな腕の販売店でインストールしてもらうしか方法がありません。数百万円の車に対してたった数十万円で装備できます。盗まれてから泣くより、盗まれない対策をしっかりやり、窃盗犯が捕まるような施策をしてユーザー側も迎え撃ちましょう。もう純正の鍵だけでエンジンがかかるような仕様じゃダメだね。悔しいけど選んだ以上ユーザー側も対策をする必要がある。盗難対策を突き詰めると、最後には盗難保険になる。盗まれない工夫をするより、盗まれる前提に立った方が良いのかも。少しの便利さのために車が盗まれやすいとか、何か策を打てないんだろうか。CN インベーダーもプリウスのアクセルとブレーキも無策のままだから、トヨタに対策取れというだけ無駄か。保険金が支払われる。契約時に設定した金額が支払われる。なんか怪しいな。警察も保険屋さんもちゃんと調べてね。本当に盗難かどうかを。盗難車はバラして部品として輸出して現地で組み立てだよね。国内じゃ書類なきゃ登録できないし、書類なきゃマル車で輸出もできない。この手の盗難で犯人がほぼ捕まらないのを見ると、下っ端の警官も盗難に絡んでるのかなとほじくった見方をしてしまう。一番はプリウスだよ。俺の BMW なんて盗まれたのを聞いたことがない。万が一でもスマホで場所の特定が普通にできる。スマートキーを昔ながらの金属のキーにするとか、時代を逆行の方が盗難防止になるとか。57時点でかなり古い記事。もうリレーアタックはしていないだろう。今は自動車から発する電波を解析して GB 方式だろ。記事が古すぎるよ。北海道はそこら中にランクルが走ってますよ。雪国なので。しかも新旧問わずガレージにも入れず、野ざらし駐車もザラ。車両盗難に合わない最大の防犯対策はランクル LX に乗らないことだったりする。リレーアタックを防ぐ方法は簡単。スマートキーはアルミ製の弁当箱に収納。これだけです。指紋認証とか網膜スキャンとか声認証とかやらないとダメじゃねえ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。